皆さん、毎日のご飯作りお疲れ様です。今回は我が家の6日間の夕食作りの様子をお届けします。1週間分の食材を買い出しに行ってきました。この食材で1週間乗り切りたいと思います。1日目の夜ご飯はこちらです。メインはポークケチャップです。玉ねぎをスライスしたら油で炒めます。その後に豚肉を入れます。豚肉は今回 700g ぐらい使いました。下味でマキシマムをかけました。最後にケチャップを入れました。こんな感じで美味しそうにできたら完成です。ナスとキノコと油揚げのお味噌汁です。最初に軽く油で炒めて、その後お水を入れて、だしの素と味噌を入れました。1日目の夜ご飯が完成しました。厚揚げをトースターで焼いたものを一緒に出しています。あとは煮物は作り置きで作ってあったものです。続いて2日目です。ブリのポン酢焼きと野菜と豚肉を蒸したものを作りました。冷蔵庫に余っていたキャベツをザクザク切っていきます。この日は野菜がたくさん食べたかったので、もやしも1袋入れました。お魚のおかずの日はどうしても家族のテンションがちょっと下がってしまうので、お肉もちょっと追加しました。蓋をして蒸していきます。ブリと一緒にネギも焼きます。ネギはよく焼くととても甘くて美味しいので好きです。まずはネギから焼いていきます。ネギに美味しそうな焦げ目がついたらブリを入れます。ブリの両面に焼き目がついたら一度蓋をして中まで火を通します。はい、その間に豚肉もいい感じに蒸し上がりました。はい、ブリの方にも火が通ったのでポン酢を回しかけます。今回はポン酢だけで味をつけました。本当は照り焼きも良かったんですけれども、ちょっと時間がなかったのでポン酢だけで味付けをしました。2日目の夜ご飯が完成しました。今日は少しヘルシーな献立です。豚肉と野菜の蒸したものにはポン酢をかけていただきました。3日目の夜ご飯です。メインは鶏の南蛮漬けです。作り置き用でレンコンとさつまいもの甘辛焼きときのこのマリネを作りました。まずはじめに南蛮漬け用の野菜を準備します。玉ねぎをスライスして人参を細切りにします。ピーマンも細切りにしておきます。野菜が切れたら耐熱容器に入れて電子レンジで加熱します。我が家はちょっと子供がまだ小さいので、子供たちが食べやすいように今回は5分ぐらいチンをしました。大人の方だけが食べるときはもっとチンを短くしておいた方がシャキシャキとして美味しく食べられると思います。ついでにお味噌汁用の野菜も一緒に切っておきます。次にレンコンとさつまいもで甘辛焼きを作ります。はじめにレンコンをアルミホイルで洗っていきます。そうするとピーラーで皮を剥かなくても綺麗になるので、皮のところにも栄養があるそうなので最近はこうしています。レンコンとさつまいも両方同じように皮を剥いたら食べやすい大きさに切ります。切り終わったらビニール袋に入れておきます。買ってあったブロッコリーを作り置き用に入れました。南蛮漬けの残りの野菜でお味噌汁も一緒に作ります。南蛮漬け用の鶏肉に小麦粉をまぶします。こんな感じでうっすら白くなれば OK です。油を敷いたフライパンでお肉を焼いていきます。
鶏肉を焼いている間にお味噌汁用の小松菜を切ります。きのこのマリネを作ります。これは我が家で本当によく作るメニューで、多分毎週ぐらい作ってると思います。子供も気に入って食べます。この日は椎茸とエリンギと舞茸で作りましたが、家にあるきのこ何でも大丈夫です。きのこを食べやすい大きさにカットしたら耐熱容器に入れて電子レンジでチンします。こんな感じに火が通ったら水気を切って熱いうちに味付けをします。オリーブオイルと粒マスタードと顆粒のコンソメを入れます。あればパセリやバジルなんかを入れても美味しいです。最後にレモン汁を入れます。マリネはこれで完成です。冷蔵庫で冷やしておきます。南蛮漬けの鶏肉が焼けました。焦げ目がついて美味しそうになったら大丈夫です。火を止めたら熱いうちに先ほどの野菜の中に入れていきます。油も美味しいので一緒に入れちゃいます。鶏肉を焼いたフライパンに南蛮漬け用の漬け汁を入れます。火をつけて一度沸騰させます。漬け汁が一度沸騰したらお肉の入っているボウルに入れます。これで南蛮漬けは完成です。先ほど袋に入れておいたさつまいもとれんこんに小麦粉を振りました。油を敷いたフライパンで弱火でじっくり焼いていきます。さつまいもとれんこんに火が通り柔らかくなったらめんつゆと蜂蜜で味付けをします。最後に白ごまも振りました。3日目の夜ご飯が完成しました。南蛮漬けは野菜をかなりチンしたので子どもたちもとっても気に入って食べてくれました。わかめのサラダも作りました。この日はお味噌汁の他に、副菜も2つ作ったので明日からの夕飯作りが少し楽になりそうです。続いて4日目です。この日は数日前に下味をつけて冷凍しておいたお魚を焼いてサラダチキンを作りました。まずはじめに鶏胸肉でサラダチキンを作りました。これも我が家では作り置きの定番メニューです。常に冷蔵庫に入っています。胸肉の両面にフォークで穴を開けたらお酒とお塩を振って電子レンジでチンします。片面がこんな感じでチンできたら裏返してもう一度チンします。こんな感じで両面が白くなって中まで火が通れば完成です。冷めたら手でほぐして密閉容器に入れておきます。これはお魚が安い時に買って下味をつけて冷凍しておいたものです。魚の種類はモウカザメです。味付けは粒マスタードと蜂蜜とお醤油と生姜を少し入れてありました。4日目の夜ご飯の完成です。この日はちょっと忙しかったので下味冷凍のお魚と前日の作り置きに助けられた献立でした。5日目のメニューはそぼろ丼です。粗くみじん切りにした玉ねぎを炒めていきます。この日は冷蔵庫に豚のひき肉があってそれでそぼろを作ろうと思ったんですけどちょっとお肉が足りなかったんですね。なので仕方なく冷蔵庫に余っていたエリンギを一緒に入れてちょっとかさ増ししています。しめじとほうれん草でお味噌汁を作ります。野菜に火が通ってきたらひき肉を入れます。塩コショウで軽く下味をつけます。すりおろした生姜を入れます。我が家のそぼろ丼には生姜は必須です。めんつゆを入れます。量は本当にいつも適当で目分量です。
そぼろはこんな感じにできたら完成です。夕食まで時間があるのでしばらく置いておきます。夕飯の時間になりましたので、仕上げにいり卵を作っていきます。先ほどのそぼろのフライパンをそのまま使ってしまいます。溶いた卵にマヨネーズと白だしをちょこっと入れました。いり卵ができました。熱々のご飯を丼によそって海苔をかけて、卵と先ほどのそぼろをかけたら完成です。この日の夜ご飯はこんな感じです。テーブルの真ん中にあるのはちくわにきゅうりを入れて切っただけのちくきゅうです。最終日はオムライスにしました。はじめにオムライス用のケチャップライスを作ります。材料を炊飯器に入れたら普通モードで炊飯します。炊き上がりはこんな感じです。味が想像よりもちょっと薄かったので、バターを少しと塩コショウを追加しました。ご飯が炊き上がったので卵を焼いていきます。オムレツやオムライスの時には卵に牛乳もちょっと入れます。あまり深い意味はないんですけど、この方が美味しくなるような気がして入れてます。バターを敷いたフライパンで卵を焼いていきます。オムライスが完成しました。トースターで焼いた厚揚げも一緒に出しました。